AI の売り上げが来月には他のすべてのスペース X 事業を超える。イーロンさんが社員の前でそう言いました。スペース X の主役が今入れ替わろうとしています。公開されたのは8月11日にスペース X の公式が投稿したおよそ29分の社員向け会社アップデートです。イーロンさんはそこで2つのことを言いました。AI の売り上げが9月にも他のすべてのスペース X 事業を上回るということ、そして AI で勝たなければならない。未来は圧倒的に AI とロボットだからということです。おはようございます。ケンです。今日の結論を先に言っておきます。スペース X の次の主役はロケットではなく AI になるかもしれません。ただし火星をやめるという話でもありません。ロケットとスターリンクで築いたインフラを AI の成長につなぎ替えようとしている。僕はそう読んでいます。ただ違和感が残るんです。ロケットとスターリンクの会社に AI データセンターがある。なぜロケット会社で AI が最大の事業となるのでしょうか。今日は3つ分かります。AI に資金と人を集中させる理由、スターリンクとスターシップが AI につながる仕組み、10ギガワット構想に必要な条件です。今日の数字には確認できた事実とイーロンさん自身の将来予測と僕の分析っていうのが混ざっています。画面の色で区別していきたいと思いますので、そこを見ながら聞いてもらえればと思います。まず9月のお話です。イーロンさんの発言をそのまま訳します。おそらく、いや確実に我々の AI の売り上げは来月、つまり9月には他のすべてのスペース X の売り上げを上回るだろう。そして第4四半期には大きく上回ると続けています。言いかけたおそらくをその場で打ち消したんです。どれくらいの話なのかと言いますと、数字で見てみたいと思います。第2四半期の売り上げは全体で78億1000万ドル、うち AI から25億6000万ドル、通信が42億9000万ドル、宇宙製品が9億6200万ドルです。AI 以外の売り上げは52億5000万ドルで、AI はその半分以下なんです。これを来月ひっくり返すというふうに言われています。では、ここで僕が気になった点があります。スペース X は決算説明で67億ドルのクラウド契約を追加で取ったと説明しました。ただし、その契約は10月から立ち上がる6ヶ月間のものです。10月ということは9月には効きません。つまりこれは9月の逆転ではなく第4四半期の方の根拠と言えます。そしてもう一つ混ぜてはいけないものがあります。売上と利益です。AI の売上がロケットやスターリンクを超えても利益が最大になるとは限りません。AI 設備は半導体と電力と建物に先に巨額の資金が出ています。見るべきなのは粗利率、回収年数、そして実際の顧客です。次に10ギガワットです。今動いている AI 計算能力は 1.4 ギガワット。これを2027年末までに10ギガワットにするっていうのが目標です。今から約7倍、10倍と書く報道もありますが、正確には7倍です。途中の目標としては2026年末にギガワット超も出ています。そして3000億から5000億ドルという数字です。これはイーロンさんがその場で計算しています。1ワットあたりの価値はおそらく30ドルから50ドル。来年末までに10ギガワットを動かせれば年間3000億から5000億ドルの売り上げになる掛け算です。会社の業績予想ではないんです。では10ギガワットっていうのは作れるのか。壁は5つあるんです。まずは電力を確保することができるのか、そして半導体を必要な量だけ買えるのか、さらには建設が間に合うのか、そしてその計算能力を誰がいくらで何年借りるのか、投じた資金を何年で回収できるのか。実際スペース X は軌道上 AI 向けの半導体が
足りないとも説明しています。まず、スターリンクです。軌道上の衛星はおよそ1万1000機、他の全事業を合計した数の2倍以上です。イーロンさんはこれを10万機まで増やすと言っています。さらにいずれ世界のインターネット通信の9割以上を運ぶとも話しました。そしてこの通信網が AI とどうつながるのか、ここからは僕の分析になりますけれども、スターリンクは今、加入者から通信料をもらう事業を行っています。ただ、見方を変えると、地球上のどこでも届く配信経路でもあるんです。ただしこれは構想であって動いているサービスではありません。では次にスターシップです。イーロンさんは年間の輸送能力について現在のおよそ2500トンから100万トン超へ、さらに1000万トン近くまで行く可能性があると話しています。本人も途方もない数字だと言い、スターシップを人類が飛んだ中でおそらく最も難しいことと表現しています。ここで見方が一つ変わります。スターシップは AI そのものではありません。AI 衛星を大量に運ぶ輸送装置になりうるんです。そう置くと軌道上の AI が成立するほどに打ち上げの需要っていうのが増えて、打ち上げが増えれば増えるほど軌道上の AI が増えるということになります。では宇宙の AI っていうのは一体何なのか、イーロンさんははっきりと線を引いています。AI の訓練は地上に残す、 AI を実際に動かす推論の方を軌道上へ移す、この推論を担うのがスターマインドっていう衛星群なんです。最初の1機はスターマインド A11 と言います。中身は NVIDIA のベラ・ルービン NVL72、地上の最先端 AI データセンターと同じ構成を宇宙向けに最適化したものです。イーロンさんはこれは遠い未来の話ではない、来年には打ち上げ始める予定だとも話しています。ではなんでわざわざ宇宙なのか。理由は電力なんです。太陽同期軌道の衛星っていうのは太陽光を安定して受け続けられます。地上の電力網に頼らずに進みます。スペース X は今年最大100万機の軌道データセンター衛星を配備する許可、これをアメリカの連邦通信委員会に申請しています。そしてここで冒頭の疑問が残ります。火星をやめて AI なのかというところですけれども、これは違うっていうのが僕の見方ですし、多分皆さんもそう思ってるんじゃないかなと思います。やはり火星に行くまでにはいろいろな段階を経ていく、その最初の段階について今日のお話っていうところになってくるんじゃないかなと思います。なぜかと言いますと、 AI っていうのはスペース X にとって3つの役割を持っているんです。スターシップの開発費、これを払い続ける資金源です。設計と製造を早める頭脳、そして月や火星で働くロボットの知能です。このロボットはテスラのオプティマスになってくると思います。つまりこういう循環になっています。AI で稼ぎ、その資金でスターシップを作る、スターシップが AI 衛星を大量に運ぶ、軌道上に AI の計算基盤ができる、その AI とロボットが月や火星のインフラを立てていく。 AI は多惑星化と競合する事業ではなくって、それを早める手段として置かれていくんです。はい、ということで今日持ち帰ってほしい誤解、これを3つ挙げておきます。1つは9月の話は売上であって利益ではありません。これはあくまで目標であってまだ未確定です。そして2つ目としては3000億から5000億ドルっていうのは10ギガワットが動いた場合の掛け算です。そして3つ目として 99% っていうのは企業価値に占める割合としてイーロンさんが4年から5年後の姿を語ったものです。そしてもう一つ注意がいる発言があります。イーロンさんは社員にこう言いました。我々はグロックをスペース X のすべての情報の総体で訓練するつもりだ。そしてある意味でそれは君たちで訓練されることになると続けています。ただしどう訓練するのかっていうのは説明はされていません。全社員の思考を移植するとかそういった話ではありません。ではここから確認していく指標、これを6つ置いておきます。まず1つとしては AI 部門の実際の売上です。2つとしてはその売上からの粗利率と営業利益です。3つ目は契約した金額と実際に計算された売上の差。そして4つ目としては稼働している AI の計算能力。5つ目が半導体と電力をきちんと確保できるのか。6つはスターマインド衛星の試験とその顧客です。スターマインド衛星っていうのは今回の動画で僕は初めて言いましたけれども、これからはスターマインド衛星っていうのも大きなポイント
トになってくるっていうのは押さえておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして今日の問いを答えていきたいと思いますけれども、スペース X が AI 企業を名乗れるかどうかっていうのは実は重要ではないんです。重要なのはAI への投資を実際の利益に変えていけるのか、そしてその利益で宇宙のインフラを広げることができるのか、次の決算で AI 部門っていうのが最大の売り上げになっているのか、まずはそこを一緒に確認できたらと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思います。週に1回ぐらい今日のようなスペース X の情報も発信していますので、テスラ、スペース X に興味がある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活、そしてスペース X が描く未来、これを楽しみに生活をしていけたらと思います。はい、ということで最後に通信です。もしテスラの購入を検討されているならば、僕は中古をお勧めします。現在、オークション業者さんの下で中古テスラを購入したい人のサポートをしています。中古でテスラを買おうかなと思われている方がいらっしゃったら、概要欄に中古テスラの LINE を用意していますので、そちらの方からご登録の方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。